ファンタジーだけど日本の侍時代で使われてたような紐でつながってる鎧とかすごい面白かった。やっぱりこれを見て大事なところがどうやってパーツがつながってること。よろしくお願いします。毎度です。今回は、ロールプレイングゲーム私大好き、なのでなんか主人公キャラクターみたいなものを作りましょう。なるほど。どんなキャラクターがいいのか全然考えてない。まあ若いイケメンで剣持ってりゃいいんでしょう。確かに。じゃあそうしましょう。はい。じゃあお願いします。はい。じゃあ最初は鉛筆削りましょう。今ひろいさんが作ってもらいましたカップ。ありがとうございます。アシスタントありがとうございます。よし、いわゆる JRPG、Japanese RPG、ようなキャラクター描きたいんだけど、やっぱり顔と尖っているような髪を描いて、めちゃくちゃでかい剣がいいかも。ちょっとありがちすぎになるから、これちょっと改造しましょう。まずはいろんな武器ありますよね。超でかい剣とか、あとたまにあるのが剣と銃の間の、形とか、ビームセーバーでもいいですね。結局この部分がほとんどないですね、ビームセーバー。そうですね。アニメでもつばがないですよね。なんでだろう。あっても助からないから。別に剣じゃなくていいけど、すごい剣の方が主人公っぽいから、漫画とかだったら口で持つ剣とかありますよね。あとは最近出ているゲームだとなんかこういうなんかギザギザした剣とか火が出てくるような剣、よし、わかりました。この紙のサイズで手で描いて全身入れ込むのはちょっと細かすぎるでしょ。そうね、とりあえずバストアップでいいか。よし、描きます。キャラクターはこの辺に入れて、どうやって持てるのか。こっち向きにしましょう。おお、すごいカップが進化しました。ありがとうございます。せっかくもらいましたのでもう一回鉛筆削りましょう。どうですか、キャラクターデザイン。勝てなさそうっていうか石の敵にあったら大変だよね。いやいつもデジタルで描いてるとアナログで目を描くのが拡大できなくて悔しい。髪型は当然尖ったような髪型がいいんだけどどうしよう。やっぱこうしましょう。ちょっと見づらいね。とりあえず、名前がカッターマン。どうせ RPG だからみんな自分の名前入れてもいいけど、全回入れます。はい。よし、じゃあこれも削りましょう。ひのいさんはRPG よくやってましたか？そうだな、FF は7から始めて12あたりまではやってたかな。私はどっちかっていうと RPG 楽しいところがストーリーだったから、そのロールプレイは多分メインポイントだけど FF のいいところがそのストーリーはいつも面白かったから、自分はストーリーそっちのけでサブイベントにばっかり没頭してます。そうですか。セブンではもうチョコボレースばっかりやってましたから。それが楽しかったね。よくこういうゲームで、ジョブっていうかクラス選べるんだけど、ひのいさんの方がどういうクラスの方が得意ですか？その点のはあんまし詳しくないから何なんだろう。あえて選ぶとしたら盗賊泥棒。やっぱモンスターのドロップ品もいいの取れそうじゃないですか。そうか、ひろいさんの方がトレジャーハンターなんだ。で、なんでギア歯車がここにあるかっていうと、このハサミの大きさは変えられます。紙でできている敵は絶対怖がる。RPG のキャラクターよりもこの人はガーデニングするような。昔ジャック・ニコルソンが主演したバーニングというとっても怖い映画がありまして、それぐらいの大きなハサミを使うんですよ。そうですか。
はい、完成です。4月に発売されます RPG キャラクター、ぜひプレイしてみてください。じゃあひのりさんお願いします。はいはい。じゃあ最初は相対君を書いて、全体的にちょっと全身入れ込んでみようかなと。プロポーションを決めるためにとっても薄く書いてます。強そうな主人公を作るためにこれ8、9頭身かな。そうですね。だいたいこれ頭が1で2で3、ちょうど3つ分のところにおへそが来るようにして、であとの1、2、3、4、まあ帳尻あと5頭身分帳尻合わせてこれで8頭身。まあ おへそまでが3って考えると、いいプロポーションになるんで、いいコツですね。ファンタジーような装備ですね。とりあえず重装備でなくても鎧ぐらい着せといた方がそれらしく見えるんじゃないですか。ちゃんと戦闘に入れそうな装備つけてます。ヨーロッパで使われてた武器、とかいろんな動画があって、なんか騎士は剣よりもそういう重いやつを、矛とかモーニングスターとか斧ですね。そう、それの方がちゃんと装備に刺したらちゃんと入るようなものだった。まあ時代によって鎧のデザイン違うんですけど、この前ハプスブルク家の展覧会見てきたんですけど、その所蔵品の中の鎧っていうのが、まあ王侯貴族用のね、偉い人が着る鎧だったんですよ。もう頭の部分なんかもうこれですよ。こんな感じになってたから。水だ。絶対何も見えない。そうで、肩の部分も本当に鎧と一体化してて、本当に可動範囲が狭い。そんな感じでしたよ。動きづら。パーツが紐でつないでるんだ。そうですね。鎧なんかそういう作りになってるんですよ。こういう日本で作ってるファンタジーのよくあるデザインは、このなんか海外のファンタジーより動きやすそうな装備とか。まあ実際はね、大した防御力もないんでしょうけど。そう。それくらい最初から勝てると思ってるから。まあお話だからデザイン重視ってことで。さあ何を持っているんでしょう。いや特に何も持たせませんよ。よく設定書くときに体の装備がどうなってるか見せるために、ちょっとこういう風に体を開いたり腕を上げたりするんですけど。なるほど。確かに一つの腕を上に上がってるようだと、ちゃんとシワの入れ方とかも見えますね。やっぱり鎧作るときにこういうどういう風に体にくっつけられてることはっきり見えると楽しい。面白い。A4 紙で全身描くと目がすごい小さくなりますね。そうですね。普段鼻こう描くけど、これはこの影を使って描いてるので、こういう描き方もありますよってことで。へえ。まあこんなもんすか。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ比較しましょう。
では RPG キャラクターを描くチャレンジでした。最初に描いたラフはこんな感じでしたカッターマンです。ラフの上にこうなりました。ほとんど同じですね。ポイントがいろんな主人公がいるんですけど、でかい剣とか銃になってる剣とかビームセーバー持ってる人とかいるんだけど、私の主人公キャラクターはなんでハサミがいいのか全然わからないけど、この後に考えておきます。このゲームのタイトルはじゃんけんファンタジーかなっていうキャラクターです。とにかく神の敵はこの人に弱い。この人は石の敵に弱い。なので念のため小さい石の敵がいたら紙持って歩いてます。書かなかった。ギアのスイッチあるはずです。このギアのスイッチを押すことでこの幅が小さくなります。あとはハサミのイメージでいろんなところにカットされている服があります。これもハサミの前髪です。そして井上さんが描いてくれたちゃんとした冒険で危なそうな服じゃなくてちゃんとした装備がある RPG に出てきそうなキャラクターでした。頭身が高くて強そうな背が高いキャラクターだし、長い剣を持っているし、ファンタジーだけど日本の侍時代で使われてたような紐でつながってる鎧とかすごい面白かった。やっぱりこれを見て大事なところがどうやってパーツがつながってることがはっきり見えると、特にそのゲームがどういうパーツ入れ替えれるか気になるし、これが最終的な強い鎧なのか、最初の方はこういう防御力がないような服を買わなきゃいけないか、どういう風に強くなるか気になりますね。書き方のアドバイスとか、そうですね。武器はハサミって言うなら、確か線をこういうするだけで全然ねらしく見えるでしょ。せっかく取っ手が2つあるんだったらこういう風にパーツに分けて普通のハサミの使い方ができるようにした方がいいんじゃないかね。ハイライトを入れるとらしく見えるから、影をつけると厚みも出るし、素晴らしい。武器として使うんだったらもっと長い方がいいんでしょうね。そうね。これだと本当に実用サイズだからあとこういうね紐を通すと途中で噛まれました。多分前に村人書いた時の動画も、こういう風にしたい時は当たりを取ってそういうこと、一回後ろに行ってでまた前に来る。普通の紐と勘違いしてなんか迷っちゃいました確かに結ばないと緩くて落ちる。こうすればらしく見えるんで。なるほどもうめんどくさい時はもう全部つないじゃって全部前に来てるように、もうここすら紐の色で全部やっちゃえば、省略版としてはいいのでは。こんなもんすかね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。確かにこういうハサミ武器の方が持ちやすそうですね。これ特に気に入ってます。ハンドルの形、グリップの形もね持ちやすいように考えた方が。ということで RPG キャラクター作ってみました。動画終わる前にこれタイトルつけなきゃいけないですね。初めてのお使い。なんという意味ですか？お母さんとかに頼まれて、お豆腐買ってきてって子供が言ってくるやつ、そういうのがテレビのタイトルにあったなって。ああいう番組大好きな人いるから間違ったら見てくれるかもあそこの動物やばい魔物いるんだけど、ちょっと中にいいものあるんだよね、ちょっと取ってきてくんねって絶対何か魔法ついてるキノコとかありそうですねでは RPG ゲーム遊びましょう。どっち選べますか？じゃんけんファンタジーか初めてのお使い。ぜひコメント欄で選んでください。チャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。お達者でー。